今回は理想のチャンバー装着への道の最終章としてアンダーカウルの仕上げ作業だよ。前回の動画でアンダーカウルにカーボンクロスを貼り込んで押さえに使ったピールプライを剥がすところまでの作業を紹介したよ。ピールプライを剥がした後にまず針をカッターやヤスリを使って切り取ってやる。針は鋭く尖ったものが多いから作業に注意が必要だし、残らず撤去しないと危険なんだ。針を取ったらピールプライの繊維跡をランダムサンダーで削り取っていく。ピールプライで押さえて平滑にはなってるけど、大きなうねりや多少のデコボコは残るからそれを削ってるね。カーボン繊維の面積が結構大きいだけに時間がかかる地道な作業だね。この時樹脂だけを削ることができればいいけど、実際には多少なりともカーボン層まで削ってしまう。今回の 12K18mm ピッチのカーボンクロスは特に薄いからすぐに下地の FRP まで届いちゃう。最初の表面慣らしの段階で結構下地まで見えてしまってるところがあるね。それと1回目の表面慣らし具合ではまだデコボコが多く残ってる。黒っぽい部分はへこんでてテーパーが当たってない部分でもう一削りが必要だ。とはいえこれ以上のサンディングはカーボンクロスを傷めるんで、もう一回樹脂を塗り込むよ。ここで塗る樹脂はそんなに厚くする必要がないね。もう一回樹脂を塗った状態がこんな感じだね。これでまたツヤは出たけど表面のデコボコはひどくなってるんで、もう一回サンディングで表面を慣らす必要が出てくる。ということでもう一回サンディングをしていくよ。前に作ったアンダーカウルの学びとしては、カーボン繊維の面積が大きいとはいえ車体の下の方になるからそんなに目立つものじゃない。だからそんなにシビアに仕上げても労力に見合った効果は薄いから、それなりに手を抜いても大丈夫だったりするね。ということで塗装の下地はこんな感じで完了だね。ちなみにサイドスタンドの干渉部分は切りすぎた感じだったんで、カットしたものを部分的に戻してカット量を減らしてるよ。それとアッパーカウルとの取り付け穴の加工部分もこの時点で補修を完了してるね。それから新しい試みとしてカウルの内側にカーボンケブラーのクロスを貼り込んでみたよ。貼り込む方法は外側の貼り込みと同じだけど、内側はピールプライの繊維跡はそのままにしてる。左側のチャンバーがなくなってアンダーカウルの内側が見えやすくなるんで、カーボンケブラーチラ見せ装飾だね。ちなみに目立たないけどサイレンサーステーも表側はカーボンだけど内側はカーボンケブラーにしてるよ。一通りの加工と下地ができたら塗装するけど、カーボンの見え方を確認する目的で最初に薄くクリアを拭く。塗装用語でいう捨て塗りになるけど、塗装下地の状況や脱脂不足による弾きを確認する作業だね。塗装の下地状態だと傷だらけで綺麗に仕上がるのか不安だけど、軽くクリアを拭くことで仕上がりのイメージができるんだ。捨て塗りのクリアがある程度乾いたら黒メタリックの塗料を吹いていくよ。カーボンクロスを貼ってないところは普通に塗料をのせていくけど、カーボン部分はグラデーションを意識してぼかしながら拭く量を調整する。ここでカーボンクロスを削りすぎて下地が出てるエリアは濃いめに拭いて粗が目立たないようにしてるね。黒メタリックを3回に分けて塗ってクリアの仕上げ前の状態がこんな感じだね。塗装作業の仕上げで最後のクリア塗装はちょっとした工夫をしてるよ。クリア層を厚く塗るためにカウルの塗装面を水平にして垂れづらくして塗ってる。こうすることで垂れずに普段の2倍くらいの厚みで
クリア層を作ることができるんだ。難点は片側ずつしか塗れないから時間がかかるってとこだね。クリア塗装の後はこんな感じの仕上がりで、少しくすんで見えるけど乾けば透明になるはずだよ。しっかり厚めのクリア層になってそうだね。クリアが乾燥した状態がこんな感じで、塗装面への映り込みからしっかりとツヤが出ているのがわかるね。このくらいのツヤがあれば、あえてコンパウンドを使ってのツヤ出しはしなくても大丈夫そうだ。プロメタリックは遠目や暗いところで見ると黒く見えるけど、明るい場所で近寄ってみるとメタリック粉と相まって茶色っぽく見える。カーボンクロスも黒とはいえ真っ黒ってわけじゃないから、この黒メタリックの色調とカーボンのマッチングは悪くないと思うよ。ハウル内側のカーボンケブラーは縁の部分を黒で塗って薄くクリアを吹いた程度の手抜き作業だね。ハンダーカウルのフレーム固定部分はカウルにナットブロックを埋め込んでステーを別体式にしてるよ。これまでのカウルでは FRP を使って印調してカウルを直接フレームに固定してた。別体式にすることで後々の位置調整をするときにステーだけを作り直せば簡単に対応できるんだ。最終段階でカウルに貼るステッカーを作っていくよ。ステッカーも自作でパソコンでデータを作ってカッティングマシンで切り出す。以前に作ったデータがあるから今回ステッカーにしたいものを寄せ集めてカッティングデータにしてるだけだね。見たままだけどモチーフにしてるのは80年代中盤のアイルトン・セナが乗ったロータス T97 だよ。ステッカーを切り出すカッティングマシンは20年代使ってるドクタースティカだよ。機械としては少々怪しい状態になってきてるけどだまし使ってるね。以前からのカッティングデータがたくさんあるんで買い替えに踏み切れないんだ。カッティングマシンが切り出したものを一つ一つのステッカーに切り分ける。切り分けたものをカス取りしたらバイクに貼り付けるステッカーになるね。カッティングマシンを使えば自分でイメージするバイクに貼り付けるのにちょうどいいサイズで作れるのがメリットだね。こんな感じでステッカーの完成だよ。そうしたらカウルにステッカーを貼っていくよ。特別難しい作業じゃないけど位置合わせには気を使ってるね。それと一つ一つのステッカーが大きめなんでエアが入りやすいし抜きにくい。何気に時間がかかる作業だったりするね。12K、8mm ピッチのクロスと 18mm ピッチのクロスの見え方はこんな感じだね。8mm ピッチの方が派手に見えて、12mm ピッチの方が落ち着いて見える感じかな。8mm ピッチの方が派手に見えるのは、底の部分まで張り込んでるのと、ちょっと目崩れ気味でランダムに見えるのが要因だったりするね。カーボン張り込み面積は結構大きいけど、車体の下側だから、カーボンの自己主張としては控えめだよ。サイレンサーがなくなって左側のカウル脇からカウルの内側が見えやすくなったけど、ここにはカーボンケブラーの装飾がいい感じに見えてるよ。ちょっとやっつけ仕事気味だけど、サイレンサーバンドもカーボンで作ってみたよ。ハッパー側のステッカーが少々色あせ気味で、
上下カウルでステッカーの色が違ってるね。もしかするとカッティングシートのロールの製作ロットの違いってのもあるかもしれないね。最終的には今回買ったアッパーカウルも同じように仕上げていこうと思ってるんで、そこで色を合わせるとして今は妥協しておくよ。これでエトスの右2本出しチャンバーを元に形状変更からサイレンサー製作、カウル合わせも含めた理想のチャンバーの装着が完了したよ。せっかくなんでエンジンを回した動画もアップしておくよ。3月初めにエトスチャンバーを入手してから約3ヶ月かけての長丁場の作業だっただけに満足感は高いものがあるね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。